皆さんこんにちは。私はふーちゃんです。今回はベラの過去について。紀元前547年、生存者はエラボ市に上陸した。建設を始めた。20年後、植民地者は初めてベラの土地に来た。鉱物資源の豊富な地域に都市を作りました。しばらくの発展を経て、表情を形成した。地をもこの時に建てられてほしいです。入植地の中で最も遅く建てられたものです。最大規模でもあります。2653年、マーラ彗星が発見される、現島設立。最初のプリズム計画は6つの現島しか必要ありません。しかし3年後マラ彗星の軌道ずれの可能性を明らかにしましたハイガルドの評定を経て必要だと思う7つの現島を経る西暦2657年ビラ現島の建設計画が始まりました。第7区画成立。これも鏡の最初の形です。その内部には居住区が設定されています。科学研究区、工業地帯、総国など多くの機能区域は西暦2659年に現島は全て建設が完了しました。人類は原エネルギーの使用を開始し、ハイガルドは現島を建設する前から原エネルギーの放射性を知り、抑制器の研究を開始している。西暦2662年、T3 型抑制器の原型が登場し、同じ年に時空エンジン MK2 が登場し、現島の上部に取り付けられた。この時すでに現能の時空実験が始まっています。西暦2660年、放射線による変異で暴走する。ハイガルドは2回目の時空バックトラックを実施しました。しかし枝のこの破壊の下で、失敗した。大災害が起こる。全世界が波及した。ビラ中黒現島は深刻な被害を受けた。しかし被害が大きかったからです。ビラが受けた放射能は逆に最小でした。災難が起こった後、大量の人間が第7地区に避難した。しかし、資源が限られているため、ハイガルドは臨時管理条例を交付した。エネルギー供給、物資調達、人口制御には、資源が限られていることを考慮すると、5.7人、第7地区を追われた。環境の悪い地表に行きます。これは実際に人口絶滅計画です。資源が限られているからです。一部の人を犠牲にして残りの人を保存しなければならない。ハイガルド第7地区の権力がピークに来た。西暦2666年、ビラの生態破壊は砂漠に退化し、鏡城は完全に廃棄された。大量の人口は地上では生きられない。紀元2667年、探査隊が Z059 陽度を探索したとき、未知の地底空間を発見する。地下の暗河を複数持っています。ハイガルドは第2都市計画の準備に着手しました。同年第7地区は再び一般開放された。避難者の再収容を始める。1年後、第2都市計画は順調です。2万人が新しい居住地に引っ越しました。紀元2680年、第2都市計画はありますが、しかしミラー内部の資源量は限界に近づいています。もっと多くの人が地面に戻りたがっている。この方面の努力はますます高くなっている。紀元2685年、当時指揮官だったウェナは生態計画の推進を主導し始めました。地表に環境モニタリング装置を敷設する。系統的な生態修復を行う。西暦2689年、反重力エンジンの開発に成功した。従来の熱動力エンジンの代わりに、生態計画の推進のために、トネズミ細部が登場し、強力な普及仕様を得た。全てが好転している間に、実は嵐の前夜だった。西暦2695年2月8日、臨時管理条例が廃止される。ハガドの支配が弱くなることを意味します。この時ハイガルド内部に分化が生じました。生態計画が成功すれば、大量の人口が検出するだろう。計画に反対する人が現れ始めた。西暦2701年に初めて接触事件が発生しました。海域体が出現し始めた。特別リバ、リベールの誕生は同時期だった。この時です。歩行者、強化者タランチュラが次々と発見されました。地表監視所が破壊されました。環境改造計画は終了した。紀元2703年、アビスが現れた人間は侵入者を処理できない。紀元2704年、巨大アビスドン食者が現れた。人間は鏡の都を引っ込めるしかない。太陽光発電に頼る。旧連邦技術で発生した特殊なエネルギーを利用してアビスを防ぎ、現在のビラ資源が逼迫しているので、もう一度スケジュールを提出することができます。銀岩研究所は現能の研究を始めた。西暦2708年にアナツのコール信号が検出されました。2年後にビラ中黒アシャ間のドッキング通路を作りました魔客小隊がビラを訪れました。先進的なエネルギー技術を持ってきました。その後時空変動のため通路は一時閉鎖されました。もう一度縁を切った。西暦2712年、アナツは3回目の時空遡りが起きた。時空の変動は双方の時空を再び結びつけることを促進します。新しい執行者たちはベラに派遣されました。その中には兄のナツサを探すナミシスがいます。レビーはアビスと何の関係があるの？ウェナはなぜ病気なの？リンヤの父に伝えるのか？新しい最高経営責任者ハルノブはなぜ殺されたのか？第7地区には一体どんな陰謀があるのだろうか？フワサキ、背後の勢力は誰ですか？アビスはなぜレベを取り戻したの？ビラはセボパンクの背景の大陸だ。ここに見知らぬ人、機械改造人、ハッカーがいます。ハイ感度の遺伝子改造と秘密培養計画に加えて、この間にはどれだけの秘密が隠されているのか、ますます興味を持たれるようになった。今回はこれで風に注目して違う幻の塔を体験します。